32と45で3倍ちょいで撮りたい時、そういう時にこの Galaxy は3倍でしっかりと高画質でこの iPhone を上に置くと。どうもこんにちは、まみよしです。今回は最強決定戦ということで、Apple のハイエンド機種 iPhone 16 Pro Max と Samsung のハイエンド機種 Galaxy S25 Ultra、 この2つ最強のスマホはどっちなのか徹底的に比較していくので、 iPhone か Galaxy か迷ってるっていう方はぜひ参考にしてみてください。で今回この Galaxy を作ってる Samsung、 韓国にあるんですけども、韓国まで行って実際ねこの Galaxy を作ってる工場とかも見学してきたので、その感想とか便利な機能を交えながらこの2つ比較レビューの方をしていきます。ということで早速チェックしていきましょう。そしたら今回こちらの iPhone 16 Pro Max と Galaxy S25 Ultra、 この2つ比較していくんですけども、まず一番大事な価格から。価格に関しては結構面白くて、両方とも 256GB、512GB、1TB の3モデルがあります。 iPhone 16 Pro Max 256GB が18万9800円、 Galaxy が19万9800円ということで、256GB の場合は Galaxy の方が1万円高くなります。ただこれ 512GB になると逆転して iPhone 16 Pro Max が21万9800円、 Galaxy S25 Ultra が21万7800円で、512GB の場合は Galaxy の方が2000円安くなります。で 1TB の場合は24万9800円と25万3800円で Galaxy の方が4000円高い。 iPhone を買うんであれば 256GB とか 1TB、 Galaxy 買うんであれば 512GB がちょっとお買い得な感じはします。この値段差を踏まえて性能差、カメラの差とかそういったものをチェックしていきましょう。まずは筐体から。本体自体の大きさに関してはほぼほぼ一緒で、下側の高さを合わせると若干1ミリぐらい Galaxy が長いか長くないかぐらい、誤差範囲ですね。で横幅に関してもほぼほぼ同じと、厚みに関しても大体一緒ですね。でこの2つボタン類に関しても違ってまして、 Galaxy の場合は右側に音量の上げ下げボタンに電源ボタンで、右側には何もボタンないのに対して iPhone は電源ボタンに加えて右側にカメラコントロールボタンがあります。で左側には音量の上げ下げボタンにアクションボタンも搭載、なので Galaxy と比べて iPhone の方がこのアクションボタンとカメラコントロールボタンがあるので、カメラ系の動作を割り当てたいとか、そういった方はこの iPhone の方がいいポイントになります。ただ Galaxy に関してはね、この電源ボタンダブルクリックで僕はカメラに設定してるんですけども、こんな感じでカメラを起動したり、あとは自分の好きなアプリを起動できるので、これが実質アクションボタンみたいな感じかな。なので iPhone はカメラコントロールボタンが一つ増えてるみたいな、そんな感じの印象です。であと底面に関してもこれ機能が違っていて、 iPhone の場合はスピーカーと USB-C 端子なんですが、 Galaxy に関してはこちら S ペンを搭載しています。なのでスマホでよくメモを取る機会が多いよっていう人はこの Galaxy S25 Ultra かなり魅力的なポイントです。で側面の素材に関しては iPhone も Galaxy も両方ともチタンを採用しています。かなり丈夫。裏面もサラサラ加工なのは両方とも一緒ですね。で画面サイズに関しても両方とも 6.9 インチなんですけども、解像度が若干違います。 iPhone の解像度が 2868×1320 に対して Galaxy の場合は 3120×1440、 Galaxy の方が若干解像度が高くなっています。肉眼で見るとねそんなに画質の差っていうのは分かんないんですけども、一応数値上は Galaxy の方が高いっていう感じで、あと画面のコーティングに関しても違っていって、 iPhone の場合はこんな感じで反射がもろに映り込みます。こんな感じで顔も反射します。でそれに対して Galaxy に関しては反射防止のコーティングがされていて、ライトの映り込みに関してもかなり薄くなってるし、自分の顔が映り込む感じもかなり少なくなってるのが分かると思います。ちなみに iPhone 保護フィルム貼ってるんですけども、フィルム貼ってなくても一緒になります。なのでこの低反射の画面コーティングっていうのが違います。ただこちら注意ポイントがありまして、こちらのコーティングに関してはガラスフィルムとかを貼るとこの iPhone と同じように反射は多くなるので、フィルム貼んない人にとってはいいポイントになります。でディスプレイのリフレッシュレートに関しては両方とも最大 120Hz ということで一緒になります。であと結構大事なポイントが画面の輝度ですね。 iPhone 16 Pro Max の場合はピーク輝度は屋外にいる時で最大2000ニト、 Galaxy に関しては最大2600ニトになります。なので外で使う場合は Galaxy の方が視認性は高くなります。ただ実際に使ってみた感じ、そこまで顕著に違いが出るっていう感じではありませんでした。両方とも太陽光の下でもくっきり見えます。ベゼルの太さに関してはほとんど変わんないですね。ほぼほぼ一緒。両方ともかなり細い部類になると思います。であと気になるのが重さ。 iPhone 16 Pro Max は 243g なんですけど、これフィルム貼ってるので交渉値としては 227g になります。でそれに対して Galaxy は 221g、交渉値は 218g です。
で、ギャラクシーの方がほんの少し軽くなります。で、だいたい 7g から 10g ぐらいしか変わんないんじゃないかって思うかもしれないんですが、スマートフォンの 7g から 10g って結構違いがあるので、腕の力がないよっていう人はギャラクシーの方が使いやすいかもしれません。続いてはバッテリーの持ちに関してなんですけども、こちらは高承知 iPhone16 Pro Max が動画再生最大33時間、Galaxy S25 Ultra が最大31時間になります。高承知は iPhone の方が高いんですけども、正直ね、両方ともバッテリーに関してはかなり持つので、あんまり変わんないかなっていう感じですね。使い方とかにもよります。なので大体互角。ただ高承知は iPhone の方がバッテリーは持つ形になります。続いてはワイヤレス充電の速度。最近はこういった Qi2 っていう最大 15W で充電できるワイヤレス充電が定番にはなってきてるんですけども、こちらは両方とも対応しています。ただ iPhone に関しては最近マグセーフが新しくなりまして、最大 25W でワイヤレス充電ができるようになりました。ただそちらの充電器に関しては今のところ純正のみで、あとは 25W のやつ使っても熱でだいたい5分10分ぐらいすると 25W 出なくなっちゃうので、あんまり使うことはないかなと思います。なので両方ともだいたい 15W で充電できるっていうのは一緒です。ただ違うポイントがありまして、 iPhone の場合はこちらマグセーフのリングが iPhone の裏側に入っていて、こういった充電器をしっかりと磁石でくっつきます。ただそれに対して Galaxy の場合はこういったアクセサリー、マグネットではくっつきません。こういったマグネットリングに対応させるケースを使えば両方ともこちらにくっつけることができます。そしてさらに違うポイントがありまして、 Galaxy の場合はなんとこちらワイヤレスバッテリー共有という機能があります。これがすごくて、例えばこのワイヤレスバッテリー共有を起動してあげて、この iPhone を上に置くと、なんとワイヤレス充電できます。これどういう時に使うのかというと、こういったワイヤレスイヤホンの充電が切れた場合、外で使えないってなるんですけども、こちらを Galaxy の上に置くことによってしっかりとイヤホンを充電することができます。なのでこれかなり便利ですね。で、今まではね、この Galaxy Watch とかもこの裏面で充電することができてたんですけども、最新の Galaxy Watch からその機能はなくなってるので、そこがちょっと残念ポイントですね。あと大事なのが、このスマホを充電する時のワット数、充電速度ですね。バッテリー残量 23% の 24%にしたので、充電のワット数チェックしていきます。まずは iPhone から。バッテリー残量 24% の状態だとだいたい 30W ぐらいの出力になります。それに対して Galaxy は充電中。Galaxy ね、こんな感じで何分で充電完了しますっていうの出るのもいいですね。ワット数に関してはだいたい 35W っていう感じです。これ両方とも 20% 以下だともうちょい出ます。最高速度はこんな感じ。それでも Galaxy の方がワット数は高いです。なので高出力の充電器を使えば iPhone よりも Galaxy の方が早く充電できるっていうのもメリットになります。そうしたら性能の方をチェックしていきましょう。 SoC に関してなんですけども、 iPhone が Apple 製の A18 Pro、 Galaxy が Qualcomm 製の Snapdragon 8 Elite という両方とも最新のチップを搭載しています。メモリに関しては iPhone が 8GB に対して Galaxy が 12GB 搭載しています。なのでメモリ容量は Galaxy の方が 1.5 倍多いです。そしたら CPU スコア、GPU スコアの方をチェックしていきます。暗殺ベンチマークのスコアに関しては iPhone と Android で違う結果になるので、今回は Geekbench 6で検証していきます。CPU に関しては結構面白い結果になっていて、シングルコアは iPhone が3504、 Galaxy が2901ということで iPhone の方がだいたい 20% ぐらい早い結果になってます。ただマルチコアに関しては逆転していて、 iPhone が8772、 Galaxy が9514ということで Galaxy の方がマルチスコアは勝っています。実際の CPU のコア数とかをチェックすると iPhone が6コアに対して Galaxy は8コアになっています。なので1個あたりの性能は iPhone が高いけど、コア数は Galaxy の方が多いので Galaxy の方が性能が高くなっているといった結果になっています。続いては GPU スコアの方をチェックしていきます。 GPU に関しては iPhone がメタルで測っていて Galaxy はバルカンになっています。ここら辺統一ができないので正確な比較はできないんですけども、だいたいこんな感じの差になっています。 GPU 性能は iPhone の方が高いかも。続いてはこちらのグラフィック性能が大事になるゲーム性能を 3D マークで測っていきます。そうしたらまずはこちらのワイルドライフエクストリームを使ってゲーム性能 FPS はどのくらい出るのかっていうのを両方比較していきます。ワイルドライフエクストリームに関しては 4K でのゲームチェックになります。上が iPhone16 Pro Max、 下が Galaxy S25 Ultra。 こうやってみると iPhone が25、 Galaxy が35。ここのシーンとかも32と45で Galaxy の方が圧倒的に FPS は高くなっています。そんなに FPS とか変わんないんじゃないかなと思ってたんですけども、結構差がありますね。だいたい10ぐらい、30% 以上差があるので、ゲームを滑らかにプレイしたいっていう方は Galaxy の方がゲームの FPS が出るのでいいと思います。結果がこちら。 iPhone16 Pro Max はアベレージフレームレート、平均のフレームレートが 25.4 に対して Galaxy S25 Ultra に関しては 35.47 ということ
ことで約 10fps、だいたい 30% ぐらい高い結果になっています。スコアに関しても4200と5900全然違いますね。フレームレートは14から34、16から47、17ぐらい違う感じです。続いてはワイルドライフエクストリームストレステストを使って20回同じベンチマークを回します。これで熱でどのくらいスペックが落ちるのか、熱耐性っていうのが分かります。じゃあチェックしていきましょう。やっぱりねフレームレート全然違いますね最初。ただこれループ1回目なので、これがループ10ぐらいになるとどんな感じになるのかチェックします。ループ5回目になるとだいたいスペック同じになってきました。若干ギャラクシーの方が高いかなぐらい。ギャラクシーに関しては元々の性能っていうのは高いんですけども、長時間ゲームとかをやってくると iPhone16 Pro Max とだいたい一緒のスペックっていう、でもギャラクシーの方が高いな。はい、10回目。まだギャラクシーの方がやっぱり 4fps ぐらい高いかな。18と22なんで、だいたい 20% ぐらいまだギャラクシーが高い感じ。ループ10ぐらいの感じじゃ全然大丈夫ですね。熱暴走とかは特にないです。続いてはループ20回目。こうやって見ると大体一緒の時もあるんですけれども、ギャラクシーの方が結構高くなる部分もあります。19と23くらいかな。なので長期間ゲームをやったとしても iPhone よりも Galaxy の方が FPS っていうのは高くなります。ただめちゃめちゃ変わるかって言ったらそんなことなくて、長時間やったら 10% 変わればいい方かなっていう感じですね。で、両方とも画面が暗くなるとかっていうことはなかったです。ということで結果がこちら。まずは暑さ。iPhone めっちゃ暑い。Galaxy も暑いね。iPhone の方がでも暑いなっていう感じ。で、実際の結果はベストループスコアが4457と5838。一番低いのが2759と3053。安定性に関しては iPhone が 61.9 で Galaxy が 52.3。熱での低下率っていうのは Galaxy の方がでかい感じになってます。一番スペックが高い状態だと 30% 以上。熱でスペックが下がってる状態でも 10% ぐらい Galaxy の方が高い感じになっています。で、Galaxy の一番低いスコアと iPhone のどこが一緒かというと、だいたいループ13ぐらいですね。このぐらいのスコアはずっと出し続けられるっていう結果になっています。バッテリーの減りは70から60、50から41、10% と 9%、 ほぼほぼ一緒って感じですね。フレームレートは11から35、13から46、11fps 違います。このワイルドライフエクストリームっていうのは 4K のゲームになってるので、普通のゲームよりもかなり重い状態になっています。11と13でもだいたい 20% 差があるので、そのことを考えると普段のゲームでも FPS っていうのは全然違う形になります。という感じでね、やっぱ性能は Galaxy の方が今は上っていう感じです。続いては Geekbench AI を使って AI 性能の方を比較していきます。この Geekbench AI に関しては結構ね、いろんな測り方あるんですけども、今回はこのクオンタイズドスコア、これが最高になる設定でちょっと比較してみました。 iPhone16 Pro Max が 45,886 に対して Galaxy S25 Ultra が 61,713 ということで、 Galaxy の方がもしかしたら AI 性能は高いかもっていう感じ。ただこちらに関してもフレームワーク Core ML と TensorFlow Lite ということで全く違うものになってるので、あくまで参考程度に。結局ね、このスマホ内での AI を動かすのはそこまで重い作業しないので、どっちでも快適に動くかなっていう感じで思ってます。ちなみにこのシングルとハーフっていうのはここ3つが Galaxy ですね。一番高いので2844、ここは負けてます。ハーフも負けてますね。クオンタイズドだけ Galaxy が勝ってるっていう感じです。実際に両方使ってみた感じ、 AI の処理の速度っていうのはそこまで感じませんでした。後で実際に AI を動かしてみて検証の方をしていきます。そしたらアプリの起動速度もチェックしていきます。重い原神でチェック。ポチ。iPhone の方が若干早いかな。iPhone の方が早いね。ちょっともう一回やってみます。原神の起動速度は iPhone の方が若干早い。YouTube、X。アプリの起動速度に関してはだいたい一緒ですね。あんまり変わんないです。動画の読み込み、ポチ、同時だな。読み込み速度も一緒ですね。両方とも普通に使う分には速度とかは全く変わらない感じです。まず iPhone16 Pro Max のカメラ構成に関しては 0.5 倍、1倍、5倍の合計3つのカメラになります。で、それに対して Galaxy は超広角が 0.6 倍、そして1倍カメラ、3倍カメラ、そして5倍カメラがついています。画素数に関しても違ってメインの1倍カメラに関しては2億画素ということで超高画素になっています。で、この iPhone の5倍レンズに関しては1200万画素になっているので、そのうちの真ん中を切り出して10倍ズームっていうのはできないんですけども、こっちの Galaxy に関しては真ん中を切り取って10倍ズーム
ズームをすることができます。で、あと Galaxy は3倍レンズついてるので、3倍でもしっかりと光学のカメラを使って綺麗な画質で撮影することができます。カメラの個数も違うし、画素数も違うっていう感じですね。まずは写真から。写真の場合は iPhone は 0.5 倍、1倍、2倍、5倍、4つの画角が選べます。で、それに対して Galaxy に関しては 0.6 倍、1倍、2倍、3倍レンズがついているので3倍。で、そして5倍レンズ。5倍レンズの真ん中を切り抜く10倍の合計6個の画角を画質劣化なしで選択することができます。で、この Galaxy の3倍が結構良くてですね、iPhone 16 Pro Max 実際に使ってると5倍だとズームしすぎちゃって、もうちょいこう3倍ちょいで撮りたい時みたいなのが結構多いんですよね。そういう時にこの Galaxy は3倍でしっかりと高画質で写真とか動画撮影できるので、この点、この2機種使い比べてて嬉しいと思うポイントですね。で、あとこの10倍ズーム、これが高画質でできるのもいいポイントになります。で、あとはですね、この Galaxy に関してはカメラアシスタントっていうアプリを入れることによってカメラのレンズを固定することができます。iPhone の場合は5倍でズームしたいけど5倍じゃピントが合わなかったり、あとは外が暗すぎて5倍レンズは使わずにこう1倍レンズのデジタルズームをしようみたいな感じで5倍レンズが使われないことが多いんですけども、 Galaxy はそれを固定することができるので、そこがね結構嬉しい。で、あとは最短撮影倍率、物にどれだけ寄れるかどれだけ大きく映せるかっていうのも Galaxy の方がその辺近寄って被写体を大きく映すことができるので、できるだけこうダイナミックに被写体を大きく映したいっていう方は Galaxy のカメラの方が優れてると思います。で、あとはカメラの調整機能ですね。この iPhone も Galaxy も標準のカメラアプリだと色温度だったり ISO 感度、シャッタースピードっていうのは固定することができなかったり、任意のものに設定することができないんですけども、 Galaxy はこちらエキスパートローっていうアプリがあるので、ちょっとこちら紹介します。こちらのエキスパートロー、この Galaxy Store っていうところからインストールできるサムスン純正のアプリなんですけども、こちらがかなり優秀で、こちらを使うことによってカメラを固定できるっていうのはもちろん、シャッタースピードを任意に調整したり ISO 感度を任意に調整する。で、あと色温度もこんな感じで変えることができます。これが結構嬉しくて、カメラで意図的に雨が流れてる水滴を止めたいとか、そういったものはこういったねシャッタースピードを調整することによって雰囲気の違った写真にすることができるので、この純正アプリでしっかりとマニュアルで設定できるっていうのはいいポイントです。で、あとこちら電子的なものになるんですけども、こんな感じで F 値の調整、これが F16 で背景ボケてない状態で、これ F1.4 にするとここまでボケます。本当に一眼レフで撮ったみたいにめっちゃ雰囲気ある写真になると思います。で、あと ND フィルターをかけたような感じでこんな感じで暗くしたりすることなんかもできますね。で、あと天体写真で露光時間を長くして星が流れるような感じにしたり、天体写真を撮ることなんかもできます。アストロポートレートとかもありますね。で、あとは多重露出とか、本当にねいろんな項目があって、これさえあればすごいいい写真が撮れます。この F 値の調整に関しては iPhone も対応しています。あとそうこれもね地味に嬉しい機能なんですけども、 iPhone の場合もちろんロー撮影対応しています。ただこちらはねロー撮影をするか普通の JPEG で撮影するか、この2択でしか選べないんですけども、 Galaxy の場合はローで撮ることもできるし JPEG で撮ることもできるし、さらにロープラス JPEG、 これ両方同時に撮ることもできます。なので、普段旅行の時はこのロープラス JPEG で撮っといて、 SNS に上げる時はそのまま上げられる JPEG で、家に帰ってがっつり色編集をしたいとかっていう時はこのローで撮った写真を読み込むことによって、出かけた先でもしっかりと写真を SNS にアップできるし、しっかりと調整することもできるっていう、こういうところもこのアプリ気が利いています。あとは解像度に関して iPhone の場合は最大がこれ4800万画素になります。48メガピクセルですね。で、それに対して Galaxy は12メガピクセル、24メガピクセル、50メガピクセル、この50メガは iPhone と大体一緒です。で、さらに200メガピクセル、これ2億画素で写真を撮影することができます。ただ2億画素に関しては2億画素のメインレンズのみになります。この2億画素シャッターチャンスが1回しかない、どこを撮ればいいのか分かんないとか、全体的に撮って後でクロップしたいっていう場合はこの200メガピクセル使ってあげることによって、後からクロップしてもしっかりとした画質を確保できるっていう嬉しいポイントがあります。なのでカメラ標準アプリに関しては一緒なんですけども、 Galaxy はさらにエキスパートローっていう嬉しい機能が搭載されています。色味とかの好みに関しては人それぞれあるんですけども、機能的には Galaxy の方が上かなっていった感じはあります。じゃあ実際に撮った写真比較していきます。まずは1倍だと両方ともめちゃめちゃ綺麗。続いて2倍、なんか iPhone は画質劣化してるような感じがしますね。 Galaxy はしっかり綺麗に映ってます。続いては5倍、ノイズをうまく消せてるのは Galaxy かな。10倍、
倍。Galaxy は5倍レンズの真ん中を切り抜いてるのでかなり綺麗に見えます。超広角。左下の葉っぱの色全然違いますね。肉眼に近いのは iPhone の色味かも。続いてはマクロレンズを使わずにどこまで寄れるか。左の iPhone は2倍、右の Galaxy は1倍でだいたい同じぐらい。Galaxy の他のレンズも使って試してみた感じがこんな感じ。やっぱ設定でレンズを固定できるのはかなり強いと思います。続いてビデオ撮影なんですけども、ビデオ撮影も基本的には写真と一緒になります。この画角に関しては4つと6個。最近の iPhone だとログ撮影って言って色を薄く撮って後から色調整をすることができるんですけども、それも今回の Galaxy S25 Ultra できるようになってます。こんな感じで色味を薄く撮影することができます。両方とも 4K60 に設定しています。その状態で iPhone でプロレスログを撮ろうとすると、プロレス 4K60fps 以上には外部ストレージデバイスでの録画のみ対応しています。ということでこれ 4K60 プロレスログでは撮影することができません。ブラックマジックカメラっていう他社製のアプリを使えば撮影はできます。でそれに対して Galaxy の場合は 4K60 であってもログ撮影をすることができます。しかもこのプロレスっていうのはめちゃめちゃ容量が重いのでなかなか一般用途では使うのが難しいんですけども、 Galaxy に関してはいつも通り HEVC とか高圧縮のファイルで撮影することができるので Galaxy の方がこのビデオアプリに関しても使いやすいかなっていう感じはありますね。これが通常の撮影で、こっちがログで撮影した映像。ログの方がふんわりとしたいい感じの映像になってると思います。プラスでここの UHD を押すことによって 8K の動画撮影をすることができます。倍率は 0.6 倍、1倍、5倍、3倍レンズに関しては使えなくなりますという感じ。あと iPhone の場合はこれ動画撮影します。この状態で 0.5 倍、1倍、2倍、5倍、これレンズ切り替えに関してはできるんですけども、インカメ、アウトカメラの切り替えっていうのはできないんですよね。それに対して Galaxy は撮影してる状態でもレンズの切り替えはもちろんできます。であとさっき言った通りカメラアシスタントを使うことによってピントが合わない状況でもしっかりとこういった5倍にしたら5倍レンズを確実に使うっていう設定もできます。で一番嬉しいのがこちら、なんと録画中でもインカメアウトカメラの切り替えができると。これ結構 Vlog とかで今インカメに切り替えたいのに録画停止しなきゃいけないみたいなことが iPhone では起こるので、この辺も Vlog とか撮ったり、あとは動画をよく撮る人なんかは嬉しい機能になってるんじゃないかなと思います。で途中で写真を撮影することもできるんですが、最近の iPhone はこちら動画を撮影中に一時停止することができます。これはね Galaxy にはなくて iPhone だけの機能になります。これも結構便利で、例えば今日はこの Galaxy S25 Ultra をレビューしますで1回止めて、で画角を変更してカメラはこんな感じで4眼になっています。で止めてまた違う画角で撮影するなんていう使い方ができるので、この機能もかなり便利だと思います。なので撮影中にインカメに切り替えられるのは Galaxy の特権だし、撮影中に一時停止して違う画角から録画をスタートできるっていうのは iPhone の強みになります。あとあれか 8K 撮影も Galaxy の強みですねという感じです。じゃあ実際に撮った映像を比較していきましょう。動画の画質比較していきます。まずは1倍レンズ。1倍レンズだとそんなに変わんないけど Galaxy の方が手ブレはしてない印象。超広角だと iPhone はシャープネスかけてるようなジャキジャキ感がありますね。ギャラクシーの方が自然。続いて3倍だと奥の端の名前とかのくっきり感かなり変わってると思います。続いてこちらが5倍レンズ。手ブレに関してはギャラクシーの方が優秀かな。続いて10倍ズーム。ギャラクシーは真ん中だけを切り出せるのでかなり綺麗なのがわかると思います。これが5倍。こちらが3倍ズーム。3倍はかなり違いますね。で、2倍。これが1倍。で、超広角と。こんな感じの画質の差になります。どうでしょうか。なので、3倍とか、あと10倍とかで綺麗に撮れるのはこの Galaxy。超広角でより広角に撮りたいという方は iPhone の方が優れてる感じです。続いてはこの iPhone と Galaxy 選ぶ上で一番大事な OS の使い心地についてですね。こちらに関しては結局は好みになりますね。それこそ普段 Android を使ってる人が iOS に乗り換えたら若干使いにくいなって思うし、 iPhone 使ってる人が Android に乗り換えたら最初使いづらいなって思うと思います。ただカスタマイズ性っていうのは格段に Galaxy の方が高いです。例えばさっきみたいにカメラを強制的に固定して使うのとかは Galaxy にしかできないし、それこそねこれ今 4×6 のアイコン表示なんですけども、こちらを設定から 5×6 にしたり、あとはフォルダのグリッドに関しても 3×4 から 4×4 にしたり、そういった細かい設定っていうのをいじって変えることができるのが Android で、あとこれもいいなっていうポイントが Galaxy にもありまして、それが Galaxy のサウンドアシスタントのマルチサウンドという機能。普通の iPhone とかの場合は動画を再生しながらもう一個のブラウザで動画を再生すると片方が止まって1個ずつしか動画が再生できません。音楽と動画に関しても一緒ですね。でそれに対して Galaxy はこのサウンドアシスタントのマルチサウンドっていう機能を有効にすることによって動画を2個同時に流すことができます。もちろん動
動画と音楽でも OK だし、さらにこれ動画を流してる時それぞれの音量バランスっていうのをここから好みに調整することができます。 Chrome、YouTube、あとゲームとか音量調整することができるので、音量バランスとかもしっかり合わせることができます。この機能めちゃめちゃ便利ですね。特にこうゲーム実況でいろんな人の視点で見たい人とか、あとは動画を見ながら音楽聴きたいとか、そういった人はこの機能かなり便利に使えると思います。でそして Galaxy のさらにいいところに関しては画面分割機能。例えば Instagram 見ながら他の作業をしたいとか、そういう時はこちらの Instagram をタップして分割画面で起動、下側で他のアプリを開くと、こんな感じでなんか作業しながら Instagram を見ることなんかもできるし、もちろん画面を逆にしたり横向きでも使えたり、今は縦で分割したんですけども、こちらをこんな感じでウィンドウ表示することもできます。例えば Instagram と X を開きながら YouTube の動画を漁るみたいな、いろんなアプリを複数同時に立ち上げることができます。でさらに TikTok も表示する、これ全部一気に動かすことができるので、これも Galaxy の嬉しいポイントですね。で他にも便利な機能があって、例えば LINE は普段から使うからアプリ自体をこうマルチタスクから全部消した時に落としたくないっていう場合は、この LINE をタップしてあげて起動状態を維持。そうすると例えばいろんなアプリを今起動しています。この状態で全て閉じるを押してもこのマルチタスクに LINE はずっと残っています。ですぐに使い続けることができるので、毎日ずっと起動しておきたいアプリに関してはこの起動状態の維持に設定していくのも結構おすすめな使い方だったりします。特に外で画面を分割してゲームしながら攻略サイト見たり、ゲームしながら SNS 見たりできるのが Galaxy 使っててかなり便利に思ってる機能です。なのでカスタムしてより使いやすくしたいっていう場合はこっちの Android の方がカスタマイズ性は高いと思います。でそれに対して iOS のいいところに関してはやっぱり AirDrop ですね。 Galaxy とか Android に関してもクイックシェアっていう AirDrop に似たような機能自体はあるんですけども、やっぱりこちらは Android と Android しかできない。こっちは iOS とあとは Mac、iPadOS とかそういった Apple 製品でしか連携できないっていう感じですね。ただ iPhone を使ってる人結構学生とかだと多いので、AirDrop の方が使う機会は多いと思います。Galaxy に関してはその AirDrop が使えないっていうのは難点ではあるかなっていう感じでは思います。であとはアプリの対応ですね。例えば今はこんな感じで同じようなアプリっていうのは入れてるんですけども、中には iOS にはあるけど Android にはないアプリだったり、 Android にはあるけど iOS にないアプリっていうのがちょくちょくあります。例えば僕がめちゃめちゃ愛用してるこの Parsec っていう遠隔操作アプリ、これ iPhone にはないので、そういったところもちょっと違うポイントにはなりますね。 AirDrop を使いたいんだったら iOS、 カスタムしたいんだったら Android っていう感じかな。でここがめちゃめちゃ大事なんですけども、 AI アシスタントですね。最近 iPhone はアップデートして Apple Intelligence っていう機能がついて、Siri の時よりもだいぶ賢くなりました。なんですがこの Galaxy そして Android には Siri の代わりに Gemini っていう機能が搭載されています。これがめちゃめちゃ便利すぎてちょっと今実演してみましょう。例えばプロテインって食前と食後どっちに飲んだ方がいいの？iPhone チャット GPT になりました。これなるときとなんないときがあります。iPhone はこんな感じで3つ、Galaxy はこんな感じで多く出してくれます。iPhone と Galaxy のそれぞれのメリットとデメリットを教えて、 iPhone はこんな感じで検索になっちゃいました。チャット GPT にもならなかった。でそれに対して Galaxy の Gemini に関してはこんな感じで iPhone のメリット、シンプルな操作性、高いセキュリティ、スムーズな連携、高いリセールバリュー。デメリットはカスタマイズ性の低さ、マイクロ SD 非対応。 Galaxy のメリットは高いカスタマイズ性、たまに間違ってる時もあります。革新的な技術。デメリットは操作感の違いとかでどっちを選ぶべきか、シンプルさ、使いやすさがいいんだったら iPhone を選ぶべき、カスタマイズ性豊富な機種、価格帯とかがいいんだったら Galaxy を選ぶべきとか、こんな感じでね、自分がこう知りたい情報以上のことをこの Gemini は出してくれます。なのでこの AI アシスタントに関しては正直ね、こっちの Gemini の圧勝ですね。もうこの Gemini と Apple Intelligence の違いだけで Galaxy に乗り換える価値あるぐらい、この Gemini に関してはめちゃめちゃすごいです。であとはライブと画面を共有っていうボタンが出てると思うんですけども、これもめちゃめちゃすごくて、この Gemini ライブを使うと画面に何が映ってるかを読み取ってそれに対する答えを出してくれます。例えばこれがゲームでやった時の映像なんですけども、ゲームの攻略方法とかそういったのもしっかりと答えてくれるっていう便利な機能です。どのキャラで戦うのが一番いい？アンバーは炎元素の弓使いなので敵の氷の鎧を素早く破壊できますよ。この状況逃げた方がいいと思う？そうですね。敵は2体ともレベル30でレイラはレベル20なので
少し不利な状況かもしれません。これ何？東京タワーですね。入場料とかわかる？料金はメインデッキが大人1200円、トップデッキツアーが3000円です。黄色いのは？レモンですね。これは？パセリですね。で他にもギャラクシーの方がいいなーっていうポイントがあって、それが囲って検索になります。この iPhone の場合はね、カメラコントロールボタンを長押ししてあげて、カメラで写真を撮ってそのものを検索することはできるんですけども、 iPhone に写ってるものを検索するっていうことは今のところできないですよね。でそれに対してギャラクシーはホームボタンを長押ししてあげて、画面に映ってる例えば調べたいものを囲んであげることによって画像検索ができますと。でもちろんカメラを起動してカメラに映ってるものを検索することなんかもできます。であとはこのジェミニライブを使うことによってビジュアルインテリジェンスは写真でしかできないんですけども、こちらはカメラに映ってる情報をリアルタイムで読み取ってジェミニに聞くことができます。もちろん画面共有をして画面に映ってるものをリアルタイムで聞くことなんかもできます。この靴なんて名前？それはオンのクラウドモンスターですね。厚底でクッション性があってランニングにぴったりなんですよ。これなんて商品？それはスマートロックのセサミ5プロですね。この冷蔵庫の中身で作れる料理ある？豚肉とキャベツの炒め物なんていかがですか？この AI 性能がね、この Galaxy そして Android は強すぎるので、 AI をガシガシ使っていきたいっていう場合は Android Galaxy の方がおすすめです。AI に関しては圧倒的にもう差がついてます。あとはこんな感じで一瞬で翻訳できるのもかなり便利な機能になっています。続いては AI 性能の方をチェックしていきます。まずは iPhone のクリーンアップと Galaxy AI の消しゴム機能、こちら比較していきましょう。 iPhone の場合は下側のクリーンアップを押して、 Galaxy の場合は生成 AI 編集を押していらないものを選択していきます。今回の写真の場合はホテルの写真を撮ったんですけども、このリュックとかどけとけばよかったなみたいな感じの状況です。そういった場合は iPhone はリュックをタップすることによって、はい、こんな感じで消すことができます。でもう一回囲んでみます。はい、ちょっと跡が残っちゃうんですけども、遠目で見たらそこまでちょっとあるので、もう一回こんな感じで何回かやると徐々に自然になっていきます。でこのカードもいらないんだったら囲む。いい感じいい感じという感じで、遠目で見るとリュックがなくなりました。それに対して Galaxy はどのくらいの精度でできるのかチェック、 iPhone みたいにタップでいけるのかチェック、ポチをちゃんと認識してくれてます。で今回はこちらを消したいので消しゴムボタンをタップ。 Galaxy の場合はこの状態だとまだ消えないので、下側の生成ボタンを押してあげます。塗りつぶし中。はい、どうでしょうか。一発でこんなに綺麗に消すことができました。で紐の部分は今選択できてなかったのでこんな感じで残ってますね。この消しゴム機能に関しては iPhone よりも Galaxy の方が精度は高いかなっていう印象です。でさらに Galaxy に関しては消すだけじゃなくて物自体を大きくすることもできます。例えばこのリュックをもっとでかくしたいとか、ベッドの上じゃなくてソファーの上に置いとこうかってなった場合は、このソファーの上にいい感じに配置してあげて生成。そうするとこんな感じで物の場所も移動することができるし、大きさも変えられるし、かなり自然に変えることができます。これ Galaxy に関してはアップデートするごとにどんどんこの精度とかも良くなってってる、学習してるのかな。なのでそういった点もいいポイントですね。 iPhone に関してはこれオフラインで外部にはデータは出さないっていう設定にしてるので、結構学習して今後アップデートしていくっていうのはちょっと不利ではあるんですけども、 Galaxy に関してはいろんなところから学習してきてるので、こんな感じで綺麗に消すことができるっていう感じです。で今はこれ写真で消しゴム機能をやったんですけども、なんと動画でも Galaxy ある消しゴム機能を使うことができます。まずはこちら Galaxy AI ボタンをタップすることによって、こんな感じでオーディオ消しゴムっていう項目が出ます。音声、風の音など音量を調整して動画の気になるノイズを取り除くことができます。まずはこれ押すとサウンド分析します。すぐ終わります。でそうすると音声、人混み、ノイズという3段階で出てきました。これがすごくてですね、まずは標準の音声聞いてみてください。キョルマダン図書館っていうところにいるんですけども、これ結構ね周りがざわざわしてる感じなんですけども、こんな感じで結構周り人が多いので結構ノイズが聞こえると思います。そういう場合この人混みをタップしてあげて音量を調整することができます。大きくすることもできるし小さくすることもできる。これちょっと小音でやってみます。そうするとキョルマダン図書館っていうところにいるんですけども、これ結構ね周りがざわざわしてる感じなんですけども、この音を Galaxy の新しいキョルマダン図書館っていうところにいるんですけども、これ結構ね周りがざわざわしてる感じ。これめちゃめちゃすごいよね。キョルマダン図書館っていうところにいるんですけども、キョルマダン図書館っていうところにいるんですけども、なので外で動画撮ったけどちょっと自分の声が聞き取りづらいなとか、そういう時はこの機能を使って書き出してあげることによってクオリティの高い動画を作ることができます。しかもこれすごくてですね、例えば今はノイズとか人混みの音を消したんですけども、自分の声を消すこともできます。自分の声を小音にして再生。はい、周りのざわざわ音だけ聞こえて声はもう全部カットされてるっていう、これがすごいね。
ちなみにこれ韓国の有名な図書館っぽいところです。でこれオートもありますね。オーディオ消しゴム、この機能は Galaxy でしか使えないので、このオーディオ消しゴム使いたい人は Galaxy にする価値あります。であとはモーションフォトをオンにしながら撮影することによってベストフェイスっていう機能を使うことができます。ベストフェイスを選択をタップしてあげると、ベストフェイスを検出中、集合写真で1人だけ目をつぶってたとしてもこんな感じで顔を入れ替えられる機能なんかもついてます。スピーカー音質の方を比較していきます。両方聞き比べてみるとやっぱり iPhone の方がスピーカー音質はいいかなと思いました。全体的にバランスが良くて聞きやすい音質、Galaxy も普通に音質はいいんですけども、やっぱりちょっと物足りないなっていう感じはします。次の Galaxy に期待。続いては製造についてなんですけども、 iPhone の場合はねこの工場とか見れてないので今回は紹介しないんですけども、サムスンの実際に Galaxy を作ってる工場を見てきたのでちょっとその紹介していきます。まずこのスマートフォンを作るのって一人一人ねこう部品を持ってくる人がいて、中に組み込む人がいて、どんどんレーンで回っていくみたいな想像をしてたんですけども、サムスンの工場かなり進化していてほとんど人がいなかったです。コンテナ型のロボットが部品を持ってきて、その部品を Galaxy に詰めていく作業、そういった作業はほとんど機械でやってました。でその機械がこうレーン状になっていて、ギャラクシーがどんどん流れてきます。でカメラユニットを機械でこうはめて次のレーンに、次のレーンでは蓋をこうパタってはめたり、あとは個人的に結構感動したのがスマホの SIM スロットね。これ小さいし結構指で入れる時もなんか横に引っかかっちゃったりしてうまく入れられないこと多いと思うんですけども、こういう小さい部品ももうその機械で超精密に動作していて、本当にねぴったりはめてくれる感じになってました。すごかったね。であとこのギャラクシーに関しては初期不良っていうのはあんまり効かないと思うんですけども、その理由分かりましたね。機械が作業してるので機械が読み取って、これちょっとおかしいってなったものはそのレーンから弾かれます。もう機械で弾いてくれるので、例えばこう人が組み込みとかやってたら目視では確認できなくてそのまま初期不良品が出荷されちゃうっていうことが起きたりすると思うんですけども、機械でやることによってそういった人ごとのミスっていうのが起きないし、で最終的にはね人がちゃんと動くかとかおかしいところはないかっていうのは確認してるので、こう機械と人のダブルチェックしてくれてるので、こういったねサムスン製品に関しては初期不良が少ないのかなと思いました。安心して使える端末になってると思います。で今回サムスンの工場だけじゃなくて、そのサムスンの会社内の食堂とか、あとは一般の人でもこう予約すれば入れるミュージアム的なところにも行ってみたんですけども、そこもすごかったですね。僕一番最初に買ったギャラクシーがギャラクシーネクサスっていう当時安くてスペックも高くてコスパのいい端末で有名だったんですけども、それのね懐かしい機種が置いてあったり、あとはギャラクシーの初代とかで、あとはそのギャラクシーの本体、今まで出してきたギャラクシー全部ねこうタワー型のフレームに入って、それが何個もねこう立ってて、今までのね懐かしいギャラクシーが見れたので、それねうわ懐かしいと思いながら、楽しんで見ることができました。多分ねみんなもうわこれ使ったことあるとか懐かしいっていう機種あると思います。よかったらコメント欄で教えてください。っていうのがまあ工場見学なんですけども、他にも本社見てきました。本社もねもう規模が違いますね。こう敷地がまず巨大すぎる。なので歩いてこう回るのもめっちゃ時間かかるし、もうビル1棟じゃなくて4つ5つとか、なんかもう街で食堂に関してはねロボットレストランって言ってロボットがこう配膳してくれるところもあったりとか、あとボルダリングとかジムとかプールもあるね。なんか規模感が違うなと思いましたね。であとはね結構日本だとまだまだ iPhone を使ってる人半分以上はいると思うんですけど、韓国に関してはねもうギャラクシーがほとんどでしたね。 iPhone 使ってる人はあんまいないっていう感じなので、結構国とかでもシェア率っていうのは違いますね。ということで今回 iPhone16 Pro Max と Galaxy S25 Ultra 比較してみたんですけども、いかがでしたでしょうか。それぞれメリットをまとめると、 Galaxy に関してはゲーム性能が高い、 Android なのでカスタム性とか自由度が高い、カメラもしっかりと使いたいカメラを選べる、動画を撮りながらインカメアウトカメラ切り替えられる、消しゴムマジック優秀、ジェミニがめちゃめちゃ便利、製造工程もかなりしっかりしてるといった感じで、 iPhone に関しては日本だとまだまだ iPhone ユーザーが多いので AirDrop でデータ共有が楽で、カメラコントロールとかアクションボタンで割り当てられるものが多いといった感じですね。結局どっちがおすすめなのっていう話なんですけども、
どっちもおすすめだし、本当に人によります。それこそね、こう Apple 製品普段 Mac を使ってるし iPad も使ってるっていう人だったら iPhone の方が AirDrop とか、あとはコピーペーストのデータをそれぞれの端末で連携できたり、そういった連携機能っていうのが iPhone 強いので iPhone を選んだ方がいいと思うし、カメラの倍率にこだわるとか AI の性能が高いものが欲しい、最新の技術を使いたい、ゲームも快適にやりたいっていう人だったら Galaxy の方がいいと思います。あとはあんま使う人いないと思うんですけども、僕はねこのパーセクっていうアプリを Galaxy に入れて、スマートグラスを Galaxy につないで DeX モードっていう、デスクトップ PC みたいにするモードがあるんですけども、そちらを使って家の PC を遠隔操作したりしてるので、そういった機能が使いたい人も Galaxy っていう感じですね。両方ともどっちを買っても後悔することがないぐらいかなりいい機種なので、ぜひ自分の気に入った方を買ってみてください。で Galaxy S25 と iPhone16 の比較レビューなんかも出してますので、興味がある方は概要欄からチェックしてみてください。ということで以上、最強の iPhone と最強の Galaxy の比較でした。バイバイ。